トナム人の人がざっくりしてて、時間を決めてないですよ。みんなが残業しやすいですね。一つの理由としては、ベトナム人のエンジニアが結構。今回はですね、ベトナムのハノイに来ていまして、ハノイの開発チームのマンさんにお越しいただきました。マンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。マンと申します。日本の大学から卒業して1年間半ぐらい日本企業に入って、で今ベトナムに帰国してアプリ開発とゲーム開発にプロダクトマネージャーとして働いています。はい、ではマンさんにちょっといろいろお伺いしていきたいと思うんですけれども、ベトナムのエンジニアの特徴ってどういうところがありますか？そうですね、ベトナムのエンジニアは結構みんなが若いので、みんなが新しい技術とかテクノロジーを学ぶことが早いですね。AI とかそうですね、NFT とかブロックチェーンとか、そういうのも学ぶのがキャッチアップが早い。そうですね、はい。他にベトナムのエンジニアの特徴って何かありますかね？結構みんなが向上心が高いので、人よりいいエンジニアになりたいという気持ちが強いですね。なるほど、向上心が強い。じゃあすごい勉強熱心。はい、とってもいいですね。では続いてですね、日本とベトナムでゲームの開発をうまく活かせるコツをちょっと教えてほしいんですけれども、どういうところが大事ですか？やっぱり日本とベトナムの側で言語壁があって、コミュニケーションが大事だと思いますね。はい、コミュニケーションね、確かにとっても大事だと思いますけれども、日本人はほとんどベトナム語喋れないんですけれども、英語が喋れれば大丈夫なんですかね？そうですね、ベトナム人のエンジニアは英語を話せる人が多い言いますので、英語で全然伝わってますね。なるほど。じゃあ日本人で英語が喋れない場合はどうすればいいですか？そうですね、英語を話せない場合は、私みたいにブリッジ SE の人がいるので、日本語とベトナム語も話せますので、全然大丈夫だと思います。他になんか注意した方がいいところとかってありますかね？日本人だと結構時間が守るんですけど、ベトナム人の人がざっくりしてて、時間を決めてないですよ。そうですよね。日本って例えばミーティングやるときに、昼の1時からじゃあお願いしますね。1時ぴったりに始まりますよね。ベトナムはあんまりそういうことをやらないんですか？そうですね。じゃあ、大体お昼ぐらいに、みたいな感じで、なんとなく集まって、やる感じ。そこはだいぶ文化が違いますね。そういうところを、お互いに、よく理解してやらないといけない。っていうことなんですね。時間について、日本とベトナムでちょっと考え方が違うっていうことですけども、他になんか困ったこととか気をつけることってありますか？最近、リモートワークが多いので、みんなが残業しやすいですね。はい。結構じゃあ残業しちゃう感じですかね、ベトナムの人。どうしてそういう感じですか？そうですね、もう、一つの理由としては、ベトナム人のエンジニアが問題解決が好きなんで、もし問題が発生して、解決できないと気が済まないんですよ。なるほど。なんかこう開発してバグとかちょっとした不具合とか見つけちゃうと、もうそれが解決するまで仕事辞めたくない。そうですね。だからずっと残業しちゃう。危ないですね。なるほど。じゃあ他にちょっと日本とベトナムで気をつけることって何かありますか？日本人だとストレートに言わずに遠回しするんですけど、ベトナム人だとはっきりストレートに言うから、でコミュニケーションするときにそのまま伝えるとあまり良くないので、じゃあそれは日本人はストレートに言わずにちょっと遠回しに言うし、ベトナムの人は遠回しに言わずにストレートに言うから、ちょっと言い方が違うから、そのちょっとトラブルになったりとか。そうですね。そういう時どうするんですか？例えば日本側にコミュニケーションするときになんか日本っぽく言うとみんなに伝えやすいので解決でしています。なるほど。それマンさんみたいなブリッジ SE の方が、ベトナムチームが言ってることを日本人っぽく言い換えて、日本に伝える。逆もそうなんです。日本が言ってることをベトナム人っぽく言い換えて、ベトナムチームに伝える。そうですね。で、トラブルにならないようにして。なるほど、わかりました。マンさん大変ですね。すごくね。ありがとうございます。じゃあそのところでですね、マンさんに今日はいろいろとベトナムのエンジニアの特徴とかですね、日本とベトナムでどうやったらうまくいくか、どういう違いがあるのかみたいなところを教えていただきました。マンさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。